ふわっと全体的に火が通るので、皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、ふわっふわシュワシュワで面白い食感が楽しめるチーズインスフレ卵焼きの作り方を紹介させていただきます。ほんとね、卵たった2つで結構ボリュームのある感じのふわっふわで見た目もちょっと面白い卵焼きで中にチーズを巻き込んでるんで旨味も効いてめちゃくちゃ美味しいんでね、たまにはちょこっと変わった朝ごはんの一品とかにおすすめなんでぜひ一回作ってみてください。このね、ふわふわシュワシュワの食感をマジで体験してほしい。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら卵2個 L サイズです。味付けは2倍濃縮のめんつゆ大さじ1、バター 10g、そしてシュレッダータイプのチーズ適当に用意してください。このかけるチーズね、めちゃくちゃ使いやすいからおすすめ。材料は以上です。まずは適当な大きさのボウル2つ用意してください。ここへ卵を割り入れ、卵黄と卵白に分けてください。はい、パカッとね、優しく割り入れちゃう。よいしょ。そしてこちら卵黄と卵白に分けます。卵の殻とかを使って分けてもいいんですが、もう普通の卵でしたら、手で優しくね、持ち上げるだけで簡単に卵黄を割らずに取り出すことができるんで、変に殻とか使ってやるよりやりやすいと思います。はい、こんな感じでね、優しく、ちょっと指の隙間を開ける感じで持ち上げてあげると卵白スルッと落とせて簡単にね分けることができるんで、まずは卵黄と卵白に分けてください。はい、卵白と卵黄分けたらまずはね卵黄の方から味付けしていきます。はい、じゃじゃーん、泡立て器。はい、こういうね電動の泡立て器があったらめちゃくちゃ便利で、今回私が使ってるやつはなんとねハゴーギさんっていうメーカーの、はい、こちら、ハンドブレンダーとかにもなっちゃう、基本的にハンドブレンダーなんですけど、いろんなこういう付属のアタッチメントがあるんで、付け替えるだけで、ジューサーやミキサー、フードプロセッサーとかにもなっちゃうね、めっちゃ便利なやつなんで、説明欄の方に購入先の詳細書いときますんで、ぜひ覗いてみてください。最後にね、ちょっと詳しく紹介させていただきます。はい、ということで、卵黄にもうめんつゆ全部入れてください。そしたら、この泡立て器で優しく攪拌していただいて、ちょっとね、とろっと、とろみがついたような状態になるまで、優しく混ぜてください。よいしょ。はいよーっと。はい、こんな感じですね。わかります？ちょっととろっとして、クリーム色になったら OK。卵黄の方はこれで準備完了。次は卵白を泡立ててメレンゲにしていきます。はいよ、次は卵白。こちらね、しっかり角が立つまで泡立ててください。はい、こんなもんで OK かな。はい、ちょっとね、持ち上げると、角が立つぐらい。そうですね。このボールを逆さまにして落ちないぐらいしっかり泡立ててください。固めのメレンゲを作ります。はい。卵白を泡立てたら先ほど用意しておいた卵黄。こちらにまずはね4分の1ぐらいでいいんで卵白を入れてください。そしてしっかりと混ぜ合わせます。はい。こんな感じ。いい感じに卵黄と卵白が混ざったら、残りのメレンゲすべて入れてください。次はね、サクサクっと卵白を切るようにしながら、ふんわり卵黄と混ぜ合わせていきます。はい、こんな感じね。できるだけこのふわふわのメレンゲが潰れないように、切るような感じで混ぜ合わせていってください。はい、こんなもんで OK かな。これがね、今回のふわふわチーズ卵焼きの生地です。はい、オッケー。じゃあこいつをね、あとは焼いていくだけ。はい、フライパン用意してください。ここにバターを入れます。まずは中火で全体的に温めながらバターを溶かして広げてください。バターが溶けたら
弱火にします。バターを広げて全体的に温まったら火力弱火。火力を落としたところで、先ほど合わしといた生地を入れてください。これ火力が強すぎるとね、焦げやすいので気をつけてくださいね。そして全体的に広げてください。これ形は丸でも四角でも構いません。こんな感じね。うちのフライパン四角なんで、四角くいっときますわ。全体的に広げちゃうと。そしたら、蓋をしてください。この状態で約3分、じっくりね、弱火で蒸し焼きにしながら、まずはね、全体的に火を通していきます。弱火で3分ほど蒸し焼きにしたら、ふわっと全体的に火が通るので、チーズを真ん中に適当に広げて乗せてください。こんな感じ。そして、端からパタッと折り込んで、全体的にしっかり火を通して仕上げます。これまだふわふわプルンプルンなんで、端っこの方から優しく折り曲げて、パタッと折ってください。よいしょ。こうパタッと持ち上げて折るか。こんな感じですね。チーズを巻き込むようにくるくるっと包み込んでください。そしたら再び蓋をして、次はね、1分ぐらいで構いません。全体的に蒸し焼きにして、中まで火を通し、チーズをとろけさします。全体的にね、蒸し焼きにして火が通ったら OK。じゃあ盛り付けて食べちゃおう。完成しました。ふわふわに泡立てた生地でチーズを巻き込んだ。ほんとね、ふわとろ卵焼き。めんつゆでね、ほんのり味もついてるんですが、お好みでケチャップとかピューっとかけるとね、さらに美味しいんで、これはお好みでかけてください。よいしょー。完成。マジでね、ふわしゅわしゅわで面白い食感が楽しめるんで、ぜひふわふわ卵焼き作ってみてください。それでは、今日も、いただきます。マジ口の中に入れたら、ふわふわしゅわしゅわーっとね、消えてなくなる。めっちゃ面白い食感。味付けもめんつゆで超簡単ですし、チーズの旨味も効いててね。これたまにはちょっと変わった卵焼きありじゃないですか。朝ごはんとか昼食におすすめですね。しかもめっちゃうまい。ふわふわしゅわしゅわ。そして今回ね、私が使ったハンドブレンダー。こういう泡立て器とかアタッチメントがいろいろついてて、めちゃくちゃ使いやすい。今回は泡立て器として使いましたけど、ここ簡単にね、取り外せて、ハンドブレンダーのものをつけたり、あとね、これ、ハゴオギさんの箱なんですけど、ジューサーやフードプロセッサーにもなるんで、マジでおすすめ。しかもこれね、そんなに高くなくて、いろんな機能がついてるんで、説明欄やコメント欄に購入先リンク貼っとくんで、マジ覗いてみて。めっちゃ便利っす。こういう電動のね、調理家電やったら、いろいろな料理に使えて幅が広がるんで、マジおすすめ。しかもこのね、卵焼き、うますぎるんで、めっちゃおつまみにもなる。早速いっちゃおう。ということで今日も、乾杯。うまい。最高やん。この口に入れた時に、この口に運んだ時のふわふわ感と噛んだ時にね、シュワシュワーっと消えていく感じがマジやばい。中のチーズもね、とろっととろけてて、その旨味が広がりね、これなんぼでもいけるわ。いや、たった卵2個と、めんつゆ大さじ1杯で作れるんで、めちゃくちゃおすすめ。あっという間になくなる。やっぱ卵とチーズって最強の相性やね。これやったらなんぼでも食べれますわ。うまい。もしね、お使いになるフライパン、ひっついちゃうなっていう恐れがある場合は、クッキングシートとかを敷いてから生地を入れると、ひっつかなくて済みますし、半分に折り曲げるときもね、シート持ちながらパタッとやるだけで折り返せるんで、結構おすすめの方法なんでね、あんまり料理が得意でない方はね、クッキングシートを敷いてから、その上でバター溶かして生地を入れて焼き上げるといいと思います。ただこれマジで面白い食感なんで、ぜひ試してみてください。うますぎ。